皆さんこんにちは、みさとです。私は今、ハピライン福井線で武生から敦賀に着いたところです。乗ってきた電車は JR 時代そのままの色で、これから徐々にハピライン福井カラーに変わっていくのでしょうね。今回の動画は敦賀から帰りの動画になります。帰りの切符の発見もあったので、敦賀駅の西口に出てみました。今風に手直しされましたが、敦賀駅の西口は昔の記憶の風景と基本変わっていませんね。敦賀駅西口の緑の券売機は2台ありました。やっぱり緑の券売機も混みますね。行きの敦賀駅で下車した際に乗車券だけ先に発券しておいて、特急券は改札内の緑の券売機で発行すべきでした。今回は時間に余裕があるので大丈夫ですが、それにしても北陸新幹線が遅れで発車時間を過ぎても白鷺とサンダーバードがまだ発車していません。私が乗るのは次の列車で少し気がかりですが、幸い次の列車まで遅れの影響はありませんでした。無事に帰りの切符を発見して入場します。五線橋を渡って特急乗り場へ向かいます。3つのホームをまたいだ先に新幹線特急乗り場へつながる五線橋です。動く歩道が見えますが、動く歩道自体はそんなに長いものではありません。似たようなレイアウトな青森県の奥津軽今別駅と比べてみるとこんな感じです。ホームが3本ある分、敦賀の方が長いです。そんな動く歩道に乗ってみます。留置線には午前中にはいなかった683系の車両がいました。エスカレーターで登った先から新幹線と特急ホームの建屋に入ります。この隅っこにも683系がいました。さて、私が乗る特急は白鷺12号の名古屋行き。16時9分発でまだ30分以上ありますが、34番乗り場に入線していました。隣の33番乗り場には15時44分発のサンダーバード28号大阪行き。乗り換えのお客様で長蛇の列になっています。こちら白鷺号は新幹線の鶴木29号敦賀着16時1分着との連絡でしたが、さほどお客様は増えず16時9分に発車。向かい側のサンダーバード30号も乗り換えの列はもう収まったようで、列車によって混雑もばらつきがあるようですね。ご乗車ありがとうございます。特急白鷺12号名古屋駅です。この先、長浜、米原、大垣、岐阜、尾張、一宮、終点名古屋の終点に停まります。下り線側の敦賀駅特急方面のアプローチ線が見えます。こうして見てると小浜線が分岐して少し過ぎたあたりでアプローチ線が下り線と分岐合流するのがわかりますね。下り線をオーバークロスして初原ループ線に入ります。左手車窓に少し見える敦賀の街。ほんの一瞬だけ小浜線が見えます。敦賀駅の売店で買っておいた海流のハブタイポテトをいただきました。ハブタイ餅なもちもちの食感とお芋のほんのり甘みで美味しくいただきました。車内はガラガラまでとはいきませんが空いてますね。もうちょっと夕方になればお客さんも多いでしょうか。近江市を通過して五西線が分かれて行きます。敦賀までになったとはいえ、だいたい30分間隔で走っているので、運転区間内であればサンダーバードは結構見かけます。見えにくいですが、遠くに余呉湖を望みながら余呉駅を通過。この先、米原までは比較的まっすぐで、勾配も目立ってなく、高速で走り抜けます。敦賀から27分で長浜に停車。長浜を出ると、米原からの乗り換え案内放送が流れます。敦賀から34分で米原に到着です。
お弁当をゆっくり食べていたらあっという間に過ぎてしまう時間です。さて、米原で白鷺を下車。結構大人数のお客様が降りられました。名古屋行きの白鷺なんですけど、こんなに多いとは意外でした。新幹線の乗り換え改札も結構な人でした。大半は名古屋、東京方面への乗り換えだったようです。私は新大阪博多方面の11番乗り場へ向かいます。乗車するのは16時53分発の光647号新大阪行き。乗り換え時間は10分で、さほど急がなくてもこの時は余裕がありました。光647号の到着です。列車は到着してます。点字ブロックからは出ないでください。ホーム上位お願いいたします。ここから先は自由席を利用しました。光号の自由席は1号車から5号車。今回は3号車に乗車してみました。この光号、米原の停車時間は6分もありますが、のぞみの対比はなく、長く停車したのみで発車。5月の夕方17時前なので、まだ日が高くて夕方という感じではないですね。車窓右手に日清食品の関西工場が見えたので、この付近は一等地です。この光号の自由席3号車は半分ほど埋まっているかなという感じでした。京都到着3、4分前に会いに行こうのチャイムが流れて、米原から19分で京都に停車。そして京都を発車、新大阪へのラストスパートに入ります。京都と新大阪の間で見ものなのは阪急京都線と並走する大山崎蒲巻駅間でしょうか。東海道新幹線の開通前に阪急電車が新幹線の高架を借りて、その間に阪急京都線の高架工事を行ったという区間です。なので新幹線が走る前に新幹線の線路を阪急電車が走ったという区間ですね。阪急と新幹線がしばらく並走する区間なのですぐわかります。並走といっても線路が並んでいるだけで列車の速度は桁違いに違いますが、新大阪まであと3、4分といったあたりで鳥貝の車両基地が見えてきます。まだ速度が出ているのであっという間に通過してしまいますが、ここの車両たちも大量に並んでいるので圧巻ですね。こうして米原から34分の17時27分、新大阪に到着です。敦賀を16時9分に出て、米原の乗り換え時間10分を含めて1時間18分で到着です。一方、敦賀を16時13分に出たサンダーバード30号は新大阪に17時32分着。所要時間1時間と19分です。新幹線の利用とあまり変わらない理由は、湖西線経由が距離で有利なのと、連続して高速運転ができるからなのでしょうね。なお、特急料金はサンダーバードの割引なしで2390円。今回の旅はチケットレス特急券利用なので1750円になっています。米原経由だと白鷺の特急券と新幹線自由席の割引なしで合計3820円です。新幹線の自由席は2530円ですが、今回は米原京都間の自由席と京都新大阪の自由席を分けて購入したので、今回は990円プラス870円の1860円になりました。白鷺の特急券も通常料金は1290円ですが、こちらもチケットレス特急券利用なので650円になっています。ちなみに今の料金は特急料金のみですので、どちらのルートでも乗車券が2310円が別途必要になります。
ということで時間は変わらないものの割引を適用しても米原周りの方が高いという結果でした。しかし他の YouTuber さんの動画を見てトクトク切符をうまく使えば米原周りの方が安いという方法を知りました。そのトクトク切符を使う方法はまた別の機会に試してみたいと思います。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。